こんにちは、あやこです。今回は我が家のキッチン周りの収納についてご紹介します。我が家は 2LDK の賃貸住まいで、キッチンもよくある普通のタイプのキッチンです。決して広いとは言えないのですが、調理しやすく片付けやすいスペースになるように工夫しています。向かって右側はシンクやコンロなどがあり、作り付けの収納がメインとなっています。左側は冷蔵庫や食器棚など後から設置しました。この2つのエリアを前編後編に分け、今回は右側のエリアをメインにご紹介していきます。まずは見えているところから。よく使うキッチンツールは取り出しさを優先的に考え、しまわずに引っ掛け収納にしています。100円ショップで購入した突っ張り棒にフックを取り付けて作ったのですが、この位置がポイントになっていて、コンロ側からのアクセスがいいのはもちろんのこと、水滴がシンクに落ちる位置になっているので、洗った後にすぐ引っ掛けられます。また、ごちゃついて見えない工夫として、キッチンツール選びはなるべく色数を抑え、見た目がうるさくならないようにしています。セリアで購入したこのフックは突っ張り棒に挟んで取り付けるようになっていて、そのおかげで引っ掛けたり取り出したりするときに横ブレしにくいので、ストレスを感じにくくて気に入っています。続いて水切りかご。我が家は洗い物は今のところ手洗いなので、水切りかごを常設しています。ラパーゼのものを使っていて、出しっぱなしでも圧迫感がなくてスタイリッシュなものをこだわって選びました。値段もそこそこした気がします。洗った後は自然乾燥なので常に何かしら置かれています。幅はそこまで広くないタイプなのですが、大人2人分、子供1人分の1食分ぐらいの食器なら余裕で乗ります。夕食後など洗い物が溜まっていると、ここだけではさすがに受け止めきれないので、そんな時はプラスチック製の IKEA の水切りマットを作業台に広げて洗い物を置いています。このように基本的には水切りかご、足りなくなったら置き場所を増設することで、自分が面倒だと感じる食器の拭き上げはしないようにしています。シンク周りは掃除のしやすさを重視しています。洗剤は 3COINS の容器に移し替えて、片手でも使えるようにしています。また、ハンドソープも自動のものにし、なるべく片手であれこれできるようにしています。掃除の手間がかからないように排水口の蓋は外してしまっています。ゴミ受けも網部分の掃除が面倒だったので、100円ショップのざっくりとしたものに変更しました。排水口ネットは濡れた手でも取り出せるように冷蔵庫横に設置しました。振り返って引き出すだけです。今まで水切りかごに入れていた包丁は安全面を考えて専用のスペースを設けることにしました。おしゃれな包丁立ても検討したのですが、とりあえずの運用で100均のものにしています。三角コーナーの代わりにタワーのホルダーにポリ袋をかけて、1日分の生ゴミをそこに入れています。100円ショップのホルダーも使っていたことがあったんですが、安定感や耐久性の面からタワーのものを使っています。毎朝ゴミ袋を設置して、その日の夜に縛って捨てるという運用です。薄手のキッチンペーパーは作業台上に設置しています。また、布巾を持つ代わりに厚手のキッチンペーパーを毎日1枚使い回しています。主に作業台の拭き掃除に使い、夕食の片付けの後、壁やコンロ周りの油はね、床などを拭いてからゴミ箱へ。布巾を除菌したりするなどのメンテナンスは今の私には難しいと考え、この方法をとっています。よく使う大きいまな板は引っ掛け収納にしていて、作業台の目の前にあるのですぐに取れるようになっています。ただ、洗った後そのまま収納すると水が滴ってしまうので、一度水切りかごである程度乾燥させてから戻しています。このエプキュリアンのまな板はすぐに水気がなくなって乾くので、そこまで面倒に感じません。このフックはちょっと引っ掛けにくいので要改善という感じです。続いてコンロ周りです。ステンレスの排気口カバーを置いています。
我が家はそこそこ魚焼きグリルを使うので、たまにこれを揚げ忘れてわーってなったりしますが、やはりそれ以外の時にとっさに鍋蓋を置いたり食材を仮置きできたりするので、狭いキッチンスペースには重宝しています。なるべく掃除を楽にしたいので、コンロ周りは基本的には何も置かないようにはしていますが、油だけはすぐに使いたいのでここに並べておいています。ないよりはある方が掃除は面倒ですが、そんなに量も多くないので特に拭き掃除が面倒くさいといったこともあまりないです。続いて作り付けの収納コーナーに行きます。まずはシンク下の観音扉収納。ここは主にシンクの近くで使うアイテムを収納しています。高さをうまく活用できるような収納道具が必要だと考えていて、ニトリの伸縮ラックを設置しています。この高さを自由に変えられる点や排水口をうまく避けられる設計など、もうこれ以外の選択肢があるならば逆に聞きたいというぐらい人気の商品ですよね。我が家でも前の家から愛用しているものです。一番上にはあまりかがまなくても取り出しやすかったり、万が一落ちた時にも割れたりしないボウルやプラの計量カップを主に入れています。ボウルの奥にサラダスピナーが滑落しそうに置いてありますが、これはこれで成立しています。2段目はこんな感じです。無印良品のスチロール仕切りスタンドはバットや小さめのまな板を立てて収納するのにちょうどいいです。割としっかりしているので、勢いよく取り出したり収納したりするときにガッとずれたりしないのでストレスも少ないです。そこまで使用頻度が多くない調理グッズはざっくりと無印良品の収納ケースに入れて収納しています。立てて収納するよりも全体が見やすいので、欲しいものが見つけやすく取り出しやすいです。一番下にはオーブンの天板やスポンジや水切りネットのストックを入れています。左側の扉だけ開けてすぐに取り出せているように、使用頻度の高いものは左側へ固めています。右側のスペースには洗剤類を置いています。中身はこんな感じです。全主婦の味方パストリーゼや科学の力強めの洗剤などなど。ちなみにこの無印良品のファイルボックスのパーツ、ポケットなんですけど、細々したアイテムを一緒にしまうのに重宝しています。気に入っているレシピ本も少しだけこちらに収納しています。扉の外側には100均のタオルホルダーでタオルを引っ掛け収納しています。続いてシンク上の釣り戸棚収納です。こちらはニトリの釣り戸棚ストッカーで統一しています。左からブレンダー、お菓子作りの道具、タッパー、紙系の容器などをざっくりと収納しています。下段はギリギリ私の身長でも手が届くぐらいです。このストッカーのいいところは持ち手がしっかりとしていて、片手でも取り出しやすいところです。グッと持ってグッと引き出せる感じが気に入っています。そして我が家のざっくり&たっぷり収納に頼る大容量。また透明なので中身がパッと見で分かりやすいところもポイントです。ただ現行のものは透明度が落ちているようなので、ちょっとこれよりもクリアではないかなとは思うんですが、おすすめです。その上の上段は使用頻度の低い季節のものなどを入れています。地震が来た時を想定してなるべく軽いものを入れるようにはしています。取り出す時は踏み台が必要になってきます。その隣の狭い方の釣り戸棚のスペースには消耗品のストックを入れています。ここでも無印良品の仕切り板が活躍しています。種類の違うゴミ袋をそれぞれしまっています。キッチンペーパーのストックもギリギリ手が届く高さに棚を調整しています。シンク下の真ん中の収納は引き出し式になっています。一番上にはカトラリー類を入れています。思っているよりも引き出しの幅が狭くて、この幅に合うカトラリー収納があまり見つけられなかったんですが、ケユカでぴったりサイズのものがありました。
奥行きは伸縮できるようになっています。若干引き出す時に動くんですが、多分耐震ジェルとかで留めればそこもストレスがないかなと思います。真ん中の引き出しはゴミ袋やポリ袋を収納しています。ポリ袋は100円ショップのケースに入れて収納して片手で取り出せるようにしています。ちょっと最後の方は取り出しづらいですが、ゴミ袋は2種類使っていて、手前が燃えるゴミで奥側が燃えないゴミ用になっているんですが、特に専用の収納アイテムを使わずにファイルボックス内でなんとなくで仕分けています。その方が入れ替えの手間もないですし、取り出しやすさも問題ないです。手前側にはオーブンペーパーを入れています。本来は冷蔵庫横のマグネットでくっつくラップホルダーに入れたいんですが、この一生分ぐらいある重さになっているので、マグネットの強度では支えきれずにどうしても落ちてしまうので、ここに入れています。使っていてもう少し軽くなったらラップホルダーに収納したいです。またジップロックや使い捨て手袋もこちらに入れています。ジップロックは中身を出して無印の透明のケースに立てて入れています。こうすることで割と取り出しやすくなりますね。一番下の引き出しは砥石や浄水器のカートリッジが入っています。コンロ下の扉には主にコンロ周りで使うものを入れています。ここのスペースもコの字ラックで上下に空間を仕切っています。でその下にさらに無印良品のアクリル仕切り棚を設置しています。アクリル仕切り棚の上には薄い鉄鍋を置いており、その下は今のところ空きスペースです。この字ラックの右下には我が家で一番重くて高いオーブンポットを入れています。この字ラックの上にニトリのザルボウルフライパンスタンドを置いて、フライパン類をまとめて収納しています。仕切る位置を1センチ間隔ぐらいで調整できるので、しまう調理器具をぴったりと入れられるところが気に入っています。こういうかゆいところに手が届く商品って本当にニトリならではだなと思っています。右側にはカセットコンロを置いています。ゴミ箱はシンク横にゴミ袋ホルダーを設置しています。いかにもゴミ箱っていう感じの存在感があるものは置きたくなくて、ゴミの中身は見えてしまうんですが、これでいいかなと思っています。45リットルのゴミ袋が収まるサイズ感です。来世では24時間ゴミ出し OK のマンションに住みたいと思っていますが、このゴミ箱はフレームと蓋だけでほとんど構成されているので、ゴミ箱自体の処分も簡単で気が楽だなと思っています。詰めすぎると結構取り出しづらくはなります。はい、今回は以上です。作り付け棚の中の収納をどうしているかがメインとなるご紹介でしたが、後編では後からプラスした家具や棚などについても触れたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。